高倉明子さん当時20歳、爆心地から 0.3 キロの広島銀行内部で被爆しました。背中に120箇所の裂傷を負いながらも奇跡的に助かりました。爆心地から 0.3 キロという至近距離の中では数少ない生存者です。現在幼稚園を経営し、子どもたちに被爆体験を語っています。警戒警報が解除になったよっていうので、電車で八丁堀まで出まして、八丁堀から神谷町の、今の広木まで歩いて行ったわけです。で広木に着いたのが15分だったと思いますけれども、はい、それで出勤簿に判をして、それから朝は机とかをきれいにする仕事があるわけですね、開店までに。でバケツとか雑巾を持ってって机の上を拭いてる時に爆弾が落ちたわけです。で私が分かっているのは光ったというのしか覚えてないわけですね。光っただけですか？光だけ。光はどんな光でした？白いマグネシウムのような白い光がパッと光ったなと思ったのと、意識がなくなったのと同時ぐらいですね。もう気が付いた時は真っ暗闇でした。宇佐美さんっていうお友達が「あんあんやられたやられたお母さん」って言ったんですね。それで私があらと思って気が付いて、そしてもう真っ暗闇出したので、空襲だったんだなと思ったわけです。それでここじっとしてたらもう火事になって大変だからと思って「宇佐美さん逃げよう」って言ったんですね。そしたら「私はもうダメだから置いてってあんただけでも助かって」ってそう言って「いや私だけ逃げられないから一緒に逃げよう」って言ったら、私はもう立ち上がれないから。それでだんだん薄明かりがさしてきたわけですね。火も燃えてくるし真っ暗闇だったのが薄明かりがさしてきて、そしたら洗面所の方から水がダダダダ水道管が破裂して流れる音がしてましたのでね。でそこら辺りにたくさん、今ではヘルメットって言ってますけども、戦争中は防空頭巾じゃなくて鉄兜って言ってたんです。でそれに水を汲んできましてね、宇佐美さんの頭にザー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 何杯もかけたんです。そしたら意識がはっきりして、で立ち上がって建物の外に出たんです。そして初めは練兵場の方に逃げようと思いましたけど、もう一面火の海だったんですね。そして電車通りのところに大きなこのテーブルぐらいの防火用水のね、あれがありましたので、防火用水の前にしゃがんでたんです。そしたらもうひどい、広島中が燃えるわけですから、もう暑くて苦しいんですね。でしばらくそうしてましたら、火の旋風が南の方から道路いっぱいにゴーッと渦を巻いて、このくらいの大きさになったものが道路全体になってカーッとやってくるんですね。でそれが渦巻いてくるんです。でそれがくっついた時がジュッとやけどするわけです。で私も耳の方やけどしましたし、足にもその火がくっついた時はもう気が付かないんですけれども、後から気が付くと大きなやけどになってました。火が襲ってくるんですか？そうですね。火が舞いながら道全体を大手町の向こうの方からね、道全体をぐる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 回ってくるんです。火がですか？こういうふうに。そう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 。だからそれを避けるのにはもうこれこそ阿鼻叫喚っていう言葉そのままですね。みんながもうこうして避けながらね。でしばらくそれがあった後雨が降ってきたわけです。でその煙と火の中にいましたから喉は渇いてるし、それから煙で喉をやられてますしね。だから目がもう本当どういうか視力が煙のためにね、あれで喉が渇いてましたので、もう雨が降ってきたらみんな空に口を向けて雨を飲もうと思ってね、なかなか口に雨が入らないわけです。真っ黒い大粒の雨が降ってきて、どのぐらいの大きさでした？もう当たると痛いような雨ですね。大きな大粒の雨で、
でもう口を本当できるだけ開いて空に向かって喉を潤したいために飴を飲もうとして、それみんながやったわけで、そこにいた人たちみんな。それでそこらになぜあったのか分かりませんけど、缶詰の空き缶が転がってて、それにもこう水をね受けているような人もいました。その黒い飴を飲んで喉は潤いました？いや、潤わなかったですね。あんまり口の中にも入らなかったのかも分かりませんけれども、あんまり喉が潤ったっていう感じはありませんでしたね。ただ私その時に思ったことが、広島全体がその赤い色と黒い色と茶色い色、この3色だけだったっていう記憶ですね。歩いている方がたくさん即死をしていらっしゃいました。で即死された方の中に体がボロ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 燃えてるんですね。それが指先から燃えていくんです。そしてこの手のひらを薄い薄墨色をした液体が流れて、それがジュー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 っと音が立てて、で指がこれ3分の1ぐらいにみんな短くなるんですね。指が燃えてるっていう事実にね、大変驚きました。人間の体がこんなふうに燃えて、しかも指がこう短くなって変形するっていうことですね。そしてこの手でこの方は今までどういうことをしてらしたのか、お子さんもね抱っこなさったでしょうし、また本を読む時ページもめくられたであろうという気持ちがして、非常に心が痛みましたね、この方に。23年の間は火を見るのも怖いし、火のそば行くのも嫌でしたね。その熱さっていうものが体のこの皮膚が覚えているというか、本当説明のしようのない熱さですね。で息ができん、息苦しいんですね。燃えるから酸素がなくなるんでしょうかどうか、そういうこと私も弱いからよく分かりませんが、息が辛いんです。それで煙にもう煙が充満してますでしょ。でもう目もやっとこんな糸を引いたくらいの目な、みんなそうなんですよ。ズボンは原爆の後はもう3センチぐらいにさっと全体が3センチ幅ぐらいに裂けて、でブラウスは前だけしかないんですね、後ろは全然ない。それはないと分かったの？ないと分かったのはね、練兵場のお湯の中に入った時背中が痛くって、でまだ破けてるの気がつかないから宇佐美さんに「あなたお家へもし連れてってもらったらズボン貸してね」ズボンだけ貸してもらって私帰るからって言ったら「あなたブラウスをちょっと脱いでごらん、背中は全然ないよ」ってね言うので、脱いでみたら本当背中が全然ないわけです。私はですから住友銀行から神谷町の今の県庁が建っているあたりのことしか知りませんけれども、木造の家屋は全部倒壊して燃え上がって、だから中にいらっしゃった方はほとんど即死していらっしゃったと思いますね。で私どものようにたまたまああいう建物の中にいましたけれども、私は幸い背中の傷、120-130箇所の傷がありますけれども、そして大きな打撲もいたしましたけれども、ああいう建物、鉄筋の建物の場合は幾人かの人は生き残らせていただいたって言いますかね、生き残ることができた。しかもそれは非常にいろんな後遺症を持って40年41年過ごしてきた。本当とぼとぼと歩いて生きてきたという感じですね。本当にもう瞬間に起きた恐怖というものが、こんなに大変なことがあって、
そしていつも何十年もそれが尾を引いていくものだということはその時は全然考えませんでしたね。今40年経過したわけですけれども、やはり私たちのような経験は皆さんに世界中の人たちにしてほしくないと思いますし、今あれですね、核シェルターのこととかいろいろいくら出したら核シェルターが買えるとかっていうお話がありますけれども、それはやはり限られた時間その中にいるだけであって、人間として人として生まれたらやはり誰かとあれですね、助け合いながら、また悲しみを共にし喜びを語り合い、また思いやりを掛け合いながら生きていくということが人間として生まれたことの喜びなんで、核シェルターの中でひっそりと息を潜めて暮らすということは絶対幸せなことではないわけで、そういうものの必要のない戦いのない世の中であってほしいということを一番今では望んでおります。で今私自身の健康については検査をしていただきまして、あまり別に心配なところはないということですけれども、子どものことがやはりちょっと気にかかりましてね、なんか疲れて血尿が出たりしたっていうのを聞きますと、原爆症になったんじゃないかなっていうことがただそれが心配です。高倉明子さんの証言でした。